天子、ヤクモアイ、テルヨ、ベニミレイ、東方プロジェクトでは、勘違いされやすい名前や事柄が多い。ちなみに、本当の名前は天使、ヤクモラン、かぐや、本命輪だぜ。今回は恥をかかないためにも東方プロジェクトの勘違いされやすいところをジャンル別に解説していきますよ。同じ東方好きの友達の前で間違いたくないからよろしく頼むよ。では早速授業開始です。それではまずはじめに、二次創作関連の間違いやすいところを紹介していきますよ。最初に紹介する、勘違いしやすい原作と二次創作の関係は、東方ロストワードは公式ゲームだと勘違いしやすいです。超あるあるだよな。これに関しては仕方がない。知名度で言うと、PC ゲームの古き良き原作より、スマホで無料でできる東方ロストワードの方が知名度が高いに決まってますからね。皆さん、何も恥ずかしなかれ。正直私もこの辺は最初よくわかっていませんでしたしね。Twitter とかだとロスワさんは積極的にフォローリツイートとかやっていて、東方プロジェクト原作はほぼ新作発表だけだからな。ちなみに東方ロストワードの運営会社は、グッドスマイルカンパニーというフィギュア会社、シルクカンパニーではございませんよ。それモンスターボール作ってる会社だから。ちなみにロスは3周年記念ということで、もうすぐ行われる30日後ログインで全員に東方グッズをプレゼントという超絶太っ腹なことができるのはそのためなんだぜ。ロスワという神ゲーだけではなくて、コスパが良くてかっこいい東方グッズも手掛けてくれるなんてありがたすぎますよ。ちなみに、マリサさんの方では東方グッズについても解説してくれているので、そちらでもゆっくりしていってね。しかも、東方ロストワードが一番評価されるべきは東方プロジェクトを盛り上げようとする取り組み。東方ロストワードでは MV プロジェクトという東方プロジェクトの原作曲をアレンジした有名ボーカリストとみんなが知るような一般的な有名アーティストをコラボしているんだけど、これで新規東方プロジェクトファンの参入者を増やしてくれているんだ。さすがは二次創作マスター。なのでロスワさんの手掛ける YouTube のボーカル曲とか、有名ボーカルは全て原作ではなく二次創作だということを覚えていてください。原作でボーカルは存在しないんだよな。ミスチーが歌った、人をさらう歌を歌ったぐらいでしょう。いやそんな曲あるわけないマジであったわ。そして次に紹介する、東方プロジェクトの原作と二次創作で勘違いされやすいことは、幻想万華鏡は公式アニメだと勘違いしやすいということです。これも超あるあるですな。こちらは同人サークル満腹神社により作成された東方プロジェクトの同人アニメ。オープニング曲の音楽は同じく同人サークルの幽閉サテライトさんが歌っている色は匂いヘドチリヌルオも二次創作となっていますよ。幽閉サテライトさんといえば、東方ボーカル界のレジェンドだよな。ライブ東方落祭を主催していて、各地の即売会アフターイベントとしてライブを行っているんだ。本当に神曲ばかりで最高すぎるサークルさんです。満腹神社の手掛けた東方同人アニメ幻想万華鏡の記念すべき第一作となる春節異変のショーのオープニングテーマとしても使われました。ちなみに神々が恋した幻想郷がアレンジされた曲だぜ。この曲は東方ボーカル界でバッドアップルに並ぶ有名な曲なだけあって、公式と勘違いされやすい。東方のボーカルミスチーによる人をさらう歌だけだからな。やはりあのアニメーションのクオリティとオープニングの神曲は凄すぎて、公式的に行われていると思っても仕方がない。公式とかじゃなくて同人で作っているのだからえげつないよな。絵も良くて歌詞も美しかっこよくて惚れてしまった人は多いでしょう。ちなみにシリーズ全体の原画で関わるルナムーさんは、過去に鋼の錬金術師、エウレカセブン、機動戦士ガンダム00とある科学の超電磁砲、などの2000年代後半のアニメの原画、ゴシック、ヒーローマンなどの作画監督を経験していた人なんですよ。全部超絶有名どころやん。だからあんな神アニメができたんだ。最近は新作の完全最終章を販売予定のようなので要チェックですよ。おいおい、どんな話なのかめちゃくちゃ気になるよ。レイム暗殺計画という話です。そんなホラーなわけないだって本当にそうだったわ。さてさて、次に紹介する勘違いされやすいポイントはズネこそが二次創作だと思ってたです。これ結構あるんだよな。ズンさんの絵のタッチは、幻想郷という昔懐かしのレトロな場所を舞台にしているだけあって、竹本泉先生のような古き良き絵のタッチを意識しているから、現代のような美人キャラクターというのとはまた違うから勘違いが起きやすいんだよな。ちなみに竹本泉先生の絵はめちゃくちゃ可愛いんですが、絵師は男性の方なんですよ。そして最近のアニメや漫画のキャラクターはキラキラした感じが多いのですが、本当の東方プロジェクトはレトロさを大切にする作品なのでご注意を。でも最近は時代に合わせてから顔の輪郭を尖らせたりと多少現代風なタッチも入れてますね。あと寸志の中でキャラクターの立ち絵というのはある程度わかるものなら OK という範囲で制作しているので、クオリティを重視しているわけではないんですよ。一人でたくさんのキャラクターの作るのは大変だもんな。ボロ絵もあることを考えるとかなり大変ですよ。現代の刺激の強すぎるイラストと比べて、ズネのような古き良き絵のタッチは現代のオアシスと言えるでしょう。わかるただかっこいい、綺麗とかじゃなくて、ズネには手書きらしい味があるんだよな。
ちなみに東方プロジェクト原作が好きな人は美的センスが高いんだと思うんですよ。ほう、その心は？やはり東方の原曲とかレトロ感あるずね。キャラデザインは誰にも真似できない幻想的なセンスがあるんです。なので東方プロジェクトが好きな人はその価値が分かっているってことなので美的センスが高い人が多いと思うんですよ。だから私の東方原作解説動画を見てくれている視聴者さんは美的センスが高い人が多いと思われますね。もちろん二次創作も二次創作で、素敵な作品ばかりですよ。なるほどな。いつも東方キャラにセクハラ入れてるくせにいいこと言うじゃん。いやーん、マリサさんに褒められちゃった。うふ、そこで9マリの真似は怖すぎるからやめて。それでは次は東方プロジェクトの勘違いされやすい設定を解説していきますよ。まずはじめに紹介するのは、アリスはマリサのことが好き、です。わかる。そっちの方が夢があって素敵だもんな。ただしこれはあくまで二次創作設定。原作設定ではなんと、アリスとマリサの仲はそこまで良くないとされています。まさかの正反対だった。アリスとマリサは東方プロジェクトの旧作から共に登場したキャラクターです。アリスは今もそうですが、旧作から好戦的で負けず嫌い。この設定から驚いた人多そうだな。旧作ではレイムとマリサに負けていろんな魔法を極めたりしたのですが敗北。そのためか、ウィン版のアリスは全力で勝負しなくなりました。負けるのが悔しいからだろうね。そのためもあってかマリサとは仲は良くない、むしろライバルとかの部類でしょう。魔法使いはみんな努力家だから、自分の努力の成果で負けたくないもんな。ちなみにパチュリーもマリサと仲がいいという設定はありません。むしろパチュリーもマリサのことは好きではありませんよ。原作設定、二次創作アンチだった。ただし、アリスもパチュリーもマリサのことは好きではありませんけども、同じ魔法使いとしての考え方が似ていて波長、気質が合うのは確かなので、絡むことが多いんですよ。簡単に好きとか嫌いとか仲がいいとかじゃなくて、同じ努力家だから波長が合うので付き合うという、リアリティの高い設定が素晴らしいぜ。間違いないですね。と言っても、この三角関係の二次創作もまたいいんですよ。東方プロジェクトは原作と二次創作で二度楽しめるのも魅力ですよね。ということで次のよく勘違いされる設定は、レイムはサボりまで人を平気でボコるミコさんという設定です。まあ間違いではないんだがな。東方プロジェクトの主人公白霊レイムはよくいるヒロイン的なキャラクターではございません。ゼルダの伝説のゼルダ姫とか、FF のティファロックハートみたいな戦えるけど可愛いみたいな感じとはまた違うんだよな。ある期間までは、孫子も認める彼女こそがルーミラスボスでした。異変中とはいえ普通に人に雑魚呼ばわりしたり、引き返す言葉がだったりと口が悪い。そのこともあってか二次創作ではボロクソに言うこともしばしばありますね。これが原因でめちゃくちゃな暴力巫女というイメージをしちゃうよね。しかし漫画作品のような異変のない時は普通の少女。東方暴月賞では神おろしという新しい技を身につけたのですが、それを使ってイケメンな神様をおろしたらどうだろうと考えたりと、非常に乙女な部分も見られるんですよ。確かにレイムって恋愛にめちゃくちゃ鈍感なイメージがあるけどそんなことないんだよな。二次創作ではどちらかというと、ぶっきらぼうな性格から、飯まず属性に入りがちですが、一般的な料理もできますよ。言葉遣いもゆっくりとかからか、からはね、からよの2択ぐらいしかないと思いきや体もんみたいな可愛らしい女の子口調も使っているんですよ。普段は恐ろしい言葉を使うけどたまに出る女の子口調が可愛いんだよな。暴力さも異常なイメージがありますが、最近はめちゃくちゃ落ち着いています。フランドールから丸くなった的なことも言われているしな。レイムがジャイアン並みの乱暴さを持つという認識は、東方降臨道にて何もしていない時子から殴りつけて本を没収するという行為からでしょう。そこから二次創作では誇張して鬼みたいなレイムとかってよく見られるよな。前回の闇落ちレイムでも言いましたが、レイムも成長し、交流道ではちゃんとルールにのっとった上で取引もしていましたね。あと主食は雑草というぐらい貧乏、そのくせ働かないという設定ももちろん二次創作。主食雑草は笑った。確かに白霊神社は人里に離れていて、スイカみたいな人間にとって驚異的な妖怪が入り浸っているので、参拝客が来ないので貧乏という設定はありますが、ちゃんと豪華とまではいきませんが、一般的な食事をとっているシーンが見られますね。あとサボり魔というのも違います。確かに人が来ないので、日頃は掃除をしているふりという設定はありますが、白霊の巫女としての務めは非常にしっかりと行っています。東方鈴菜案の第1話では、人里で異変を感じ取った時は、とんでもない速さでわざわざ人里に駆けつけている描写が見られるし、あやふやな情報な時は面倒な聞き込み調査もちゃんと行ってくれているよね。そのこともあってか、意外と人里の人もレイムがいれば安心という風潮が所々で見かけられますね。実際はやるべき仕事はきっちりと行っていて、その他はのんびりしているというのが正解なので覚えておきましょう。それでは次に紹介するのは、霧雨マリサの一人称は俺です。新米ゆっくり実況、解説でたまに見かけるよね。ただ気持ちはわかります。マリサの口調は一般的に男勝りな口調となっているので、一人称も売れっ子なのではと考えてしまうのも無理はありません。しかし、マリサの一人称は、
それがしです。全然違いますよ。マリサの一人称は私なのでご注意を。もしもマリサファンが俺っ子ちゃんマリサを見たり聞いたりした場合、悲しい気持ちになっちゃうから絶対に間違えないように。あと一人称で間違いやすい子といえば、定例玉井、まだら沖縄の部下の一人で、東方天空賞ではもう一人の部下の西田里乃と共に手当たり次第に潜在能力を引き出していたんだよな。定例玉井は東方プロジェクト初の僕っ子ちゃん、つまり一人称は僕、かなり間違いやすいところなのでご注意ください。東方プロジェクト唯一の僕っ子ということで、根強い一押しファンもいるわけだからこれは注意しないといけないね。ちなみにゆっくりマリサさんは周りの人たちに、自分のことをマリンと言わせてるんですよ。おりんみたいな設定やめてくれます？ということで、次は音楽部門の間違いやすいことを解説していきますよ。まずはじめに紹介する勘違いされやすい曲は、ナイトオブナイツ原曲ではなかったです。東方初心者勘違いあるあるの代表選手。ナイトオブナイツというと、やはりサビの疾走感あふれるリズムが売り、そのリズムを引き立てる、少し前の来るぞと思わせるような焦らしみたいな音もうまいんだよ。そんなナイトオブナイツなんですが、実は原曲ではございません。まあ、ダンカグでかなり認知されたとは思うんだけどね。この曲は東方界でも有名なビートマリオさんによるアレンジ曲、歌も上手いのに作曲も神ってるってすごすぎますよ。本当に天才的な人だよな。いろんな素敵な曲を手掛けてくれた東方界の立役者ですね。ちなみにビートマリオさんは東方を初期から二次創作やアレンジ、作曲で盛り上げてきた立役者の一人でもあるんだぜ。そんなビートマリオさんは最終鬼畜全部超え、ヘルプミーエイリン、ウサテイ、そしてナイトオブナイツなど、ニコニコ動画で著名なこれらの楽曲も全て彼が手掛けているというまさに天才なんですよ。そしてこの曲のベースは、東方海塚の昨夜のテーマ曲であるフラワリングナイトのアレンジ BGM なんだよね。ちなみに、出だし部分は月時計、ルナダイヤルのアレンジとなっているんですよ。そしてなぜこのナイトオブナイツが原曲と間違えられやすいかというと、太鼓の達人、シンクロニカと、東方アレンジを扱っている各社機種にはほぼ収録していたりとその知名度が非常に高いこと。そのため、これこそが本当の東方原作の曲なのではと勘違いしちゃうんだよな。なので今回の動画を見て原曲を聞いたことがなかった、という方は、ぜひ原曲の方も聞いてみてくださいね。沼ること間違いなし。原曲の解説もしているので、東方プロジェクト原作のコウマ教から栄夜賞あたりの曲を聞いた後にこちらを見てみるとめちゃくちゃハマってくれると思う。東方プロジェクトの人気ジャンル、ボーカル曲の原点というだけあって非常に素晴らしいものとなっていますよ。ぜひ皆さんが沼ったことのある曲があれば教えてくださいね。それにしてもこうして原作と二次創作を触れてみると、原作の幻想的であまりにも濃すぎる設定を考察したり、いろんなジャンルの東方二次創作ゲームで遊んでみたりと、まさに永遠に楽しめちゃいますよね。もちろんあっち系も素晴らしいんですよ。それはどっち系でしょうか？そして次に紹介する勘違いしやすい曲は歳月です。二重トラップに気をつけてください。まず歳月を聞いたことあるという方は多いのではないでしょうか？ダンカグとかでボーカルとか収録されていたし、アレンジ曲も非常に多い曲だからどこかしらで聞いたことはあるだろうね。宴会好きのスイカにふさわしい、賑わうような曲が特徴。賑やかながらもどこか少し寂しい別れの感じが東方らしくていい曲だよな。そしてこちらの曲の一つ目の勘違いしやすいポイントとしては、東方プロジェクト制作者のズン氏が作った曲ではないということです。多分何人か思わず声が出たと思うね。こちらの曲は、黄昏フロンティアの秋山海氏による作曲。東方の格ゲーを作りたいと思っていた時に格ゲー作品に強いサークルの黄昏フロンティアさんとコラボして東方スイムソーができたんだが、その時に流れる曲なんだよね。もしかしたら東方格ゲー作品も公式ではないと思っていた人も多いかもですね。そのため、東方格ゲー作品は東方プロジェクトの生みの親である制作者のズン氏と黄昏フロンティアの海氏が曲を担当しているんですよ。そして、歳月は海氏が作った曲なんだよな。海氏は明るめのテンポが売りの曲が多くあり、格ゲー作品の名曲中の名曲、血の色吐き色や、ゆっくり茶番とかでよく聞く口論をつばくも秋山海氏が手掛けた曲なんですよ。ちゃんと東方らしさを入れているから全然気づかないんだよな。ただし、ズンさんの曲は妙な癖があり、実際聴き比べてみると違いがわかるんですよ。そしてこの曲の勘違いしやすい二つ目のポイントはスイカの戦闘曲、つまり本当のテーマ曲ではない。正直驚きすぎて希望のお面になった人挙手。本来のテーマ曲は制作者のズン氏が手掛けた、おとぎの国の鬼ヶ島なんですよ。不穏なイントロからサビの疾走感あふれ、鬼の四天王であるスイカの力強さを表すリズムが売りの曲です。イヤホンで聞くとよくわかるんだけど、サビの部分に入れられたデンって音が好きなんだよ。それはマニアックすぎでしょ。
本来はこっちがスイカのテーマですが、戦闘前に流れる秋山海氏作曲の歳月のインパクトが強く、後の悲壮点でも歳月がスイカのテーマとして採用されてしまったためこの曲は幻想郷入りされてしまいました。まさに天の岩戸のように隠れちゃった神曲なんだよな。それだけ歳月のインパクトが強かったということですね。あとボーカルとの相性が非常にいいため二次創作で有名になったからというのもあるでしょう。なので本来はおとぎの国の鬼ヶ島がスイカのテーマ曲だったということを覚えておきましょう。東方知識の差がつく要素だから覚えておいておきたいところだね。結構間違われやすいところなので注意ですよ。ちなみにレイム部長がすごく可愛いということは知っていましたか？お腹周りが気になって全然知らなかったよ。さらっと告げ口しないで。それではラストに紹介するのは、バッドアップルについてです。これも超勘違いしやすいんだよ。この曲の特徴はかっこいい歌詞、そしてもう一つはやはり歌詞にあった素晴らしい影 PV ですね。バッドアップルって東宝を知らない人も知られているぐらいめちゃくちゃ有名だけど、一体なんでここまで人気になったの？この二次創作を元にさらに派生した動画東宝バッドアップル PV 影がさらに大きな反響を巻き起こしたからでしょうね。また影ではキャラがたくさん出てくるところがいいんですよ。特にフランは影にもかかわらず圧倒的な怖さを表現されていて非常に人気があるよね。私は四季様のところで白黒に分かれるところがセンスが感じられて好き。わかるなぁ。私は感想のところのプリズムリバーの演奏が好きですよ。本当にセンスが感じられる素晴らしい影で定期的に見に行ってしまいますよね。あと無限に出るはずのスイカの息吹氷河からになるところが気になるんです。5本5本。こういった神要素からこの動画に対する再生数、コメント数、マイリスト数は膨大な数に達しているんですよ。現在ではついに7000万を突破していて衝撃の再生数を叩き出しています。7000万はすごいな。あの素晴らしい影がやはり人気を獲得した要素なんですね。そんなバッドアップルはここまで来たら皆さんもわかっているとは思いますが、原曲ではありません。こちらは音楽同人サークルアルストローメリアリクオアズのマセイオシミノシマシによる二次創作のアレンジ曲で、2007年5月20日に頒布されたロベライトが初出。編集者はマセイオシミノシマさん。確かアルストローメリアリクオアズの代表なんだよね。ニコニコ動画では東宝アレンジサークルの中でもかなり有名な存在で、言わずと知れたバッドアップルフィート、のみこも彼の編曲。ところで他にはどんな曲を手掛けている人なんだ？ 2011年9月、レッドアリストのプロデュースユニットラムとして TV アニメバトルスピリッツ覇王の主題歌フリーダムを担当していて、ここでメジャーデビューを果たすのです。うわぁ、バトスピ見てたよ。まさかあの曲も正義さんだったんだ。そしてボーカルはのみこさん、アニメやゲームの主題歌等の歌手活動を中心に、声優をしていますよ。気品ある歌声でバッドアップの良さを最大限に引き出しています。そしてこの曲のもう一つの勘違いしやすいポイントとしては、こちらは東宝ウィン版の曲だと勘違いしやすいこと。そうなんだよな。東宝プロジェクトには旧作と言われる PC98 でプレイできる作品もあるんだよね。そしてこのバッドアップルは東宝プロジェクト第4弾、いわゆる東宝旧作の東宝幻想郷の三面道中のテーマ曲なんですよ。これには驚いた人もかなり多いのではないでしょうか？ちなみに、東宝旧作は現在も体験版をプレイすることができて、3面まではプレイできるので、原曲を聴くことができるのでぜひプレイしてみてくださいね。さて、以上が東宝プロジェクト勘違いしやすいことまとめでした。東宝プロジェクトは二次創作と共存する作品だけに、二次創作のパワーがどれだけ強いものなのか分かって面白かったよ。東宝プロジェクトの原作と二次創作、両方の歴史も知れて面白かったですね。視聴者さんの勘違いしていたことがあったら教えてくれよな。また、マリサさんの方ではもうすぐ始まるロスは3周年情報や日常で使える二次創作グッズを紹介しているのでそちらでもゆっくりしていってね。それではここまでご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。